はい、皆さんこんにちは。ゼロ重力の冬人です。このチャンネルでは楽しい冬写真の撮り方を紹介しています。もし冬写真にご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日は天気もいいですし、紅葉も綺麗ですよね。冬日和なので冬写真を撮っていきたいと思います。今日は冬人がどういう風にジャンプをして冬写真を撮っていくのか紹介していきたいと思います。So let's get started. はい、ではジャンプの話をする前に安全の話をしたいと思います。冬時のジャンプのやり方は腰や膝に大変負担のかかるジャンプのやり方です。もし腰や膝に痛みを感じている方、もしは痛めている方がいらっしゃいましたら、このジャンプはやめておいた方がいいかもしれません。そして冬時のジャンプのやり方は周りに人がいるととても危険なジャンプです。ですので冬人のジャンプのやり方で冬写真を撮りたい方は必ず周りに人がいないかという確認と、そして自分がそのジャンプをすることで他人に、そして周りに迷惑がかからないかという確認を行ってから撮影に挑んでみてください。では実際にジャンプのやり方を見ていきましょう。今回の動画で紹介したいジャンプの方法はこのような冬写真が撮れるジャンプになります。高さもあって前傾姿勢の浮遊なので重力がないかのような感覚を表現できるのではないかと思います。では実際にどういうふうにジャンプをしているのか説明します。ここが地面だと考えてみてください。人間は2本足で立っていますよね。冬人がジャンプをするとき、まず片足を上げます。そしてもう一つの足でジャンプをします。空中で足を交差させてもう一つの足で着地します。この際にジャンプをしている時にシャッターを切るんですけれども、この足が交差している瞬間を狙ってシャッターを切ると浮遊しているような様子が撮れます。そしてコツなんですけれども、ジャンプをしている時に体が前かがみになっていることでさらに浮遊感を表現できることができます。でも口で説明しても分かりにくいと思いますので、実際に冬人がジャンプしているところを見てみましょう。はい、これから私のジャンプ姿ばかりで見苦しいかもしれませんが、よろしくお願いします。まずは横目線から冬人のジャンプの工程を見てください。はい、こんな感じになります。それでは分かりやすいように4倍スローモーションで見てみましょう。はい、まず注目していただきたいのは、着地した時に腰と膝にかなり負担がかかっているというところですね。もう一度よく見てください。はい、今のところですね、かなり負担がいっています。ですので日頃腰や膝の筋肉を使っていない方は必ずストレッチをした方がいいですね。十分に注意してやってください。では次に理想的なシャッターのタイミングがいつなのかを10倍スローモーションで見てみましょう。はい、冬人からしてこのタイミングですね。これが一番バッチグーだと思います。完璧ですね。特徴としましては、まず両足がきれいに揃っていますよね。交差している瞬間がシャッターチャンスです。次に体のラインです。きれいに斜めのカーブを作っています。前傾姿勢でより自然な浮遊感が表現できていると思います。最後に腕の位置ですね。初めて浮遊写真を撮る方は腕を後ろの方に伸ばす方が多いんじゃないかと思いますが、浮遊人の場合、腕を後ろに伸ばすより腕の力を抜いて体の横に置く感じが一番自然だと思っています。腕に力を入れると逆に不自然に見えてしまいますので、腕に力を入れないよう意識しながらジャンプしてみてください。はい、こんな感じですね。
でこれが一番理想的なシャッターのタイミングですが、実際にこのタイミングを取ろうとすると結構大変で、こだわろうと思えばいくらでもこだわることができます。でも現実的には撮影にそんなに時間をかけたくないですよね。その日のスケジュールだってありますし、もっと大切なのは他人に迷惑がかかるというところです。自分の家だったりスタジオの中だったら好きなだけ時間をかけてもいいと思いますが、屋外でしかも公共の場だったら撮影は可能な限り素早く終わらせないと周りが迷惑します。場所にもよるんですけどね。ただ自分は迷惑だと思っていなくても周りは迷惑だと感じていることはよくあることです。これは浮遊写真に限ったことではないですよね。同じ場所にずっと居座って写真を撮ってる人がいて、そこ写真撮りたいんだけどどいてほしいなと思ったり、他にもそこで写真を撮りたい人たちがいるのに動かない人がいたり、そういう方を見かけたり迷惑だなって感じたことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。なので完璧にこだわることはいいことなんですが、どこかで妥協する必要があります。なので浮遊人としてはシャッターのタイミングには許容範囲があります。つまりジャストミートのタイミングではなくても、それから少しずれたタイミングで撮れたらよしこれでいいって思えるタイミングの範囲が浮遊人にはあります。ではその許容範囲を1フレームずつ一緒に見ていきましょう。はい、では1フレームずつ進めていきます。はい、ストップしました。結構足が交差する瞬間に近づいているので、これで十分かなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、浮遊人としてはこれはまだまだです。まだ足が交差しきれてないので、もう少し両足が近づいている瞬間が撮りたいです。なのでこの瞬間の写真が撮れても浮遊人の場合残念ながらボツです。では次のフレームはどうでしょうか。見てみましょう。ここまで来ると十分ではないでしょうか。先ほどと比べると躍動感も違いますし、姿勢がもっと自然になってますよね。まだ完璧に足が交差している瞬間ではないのですが、これは許容範囲内です。十分使える写真だと思います。では次のフレーム、ジャストミートの1フレーム前ですね。ほとんど変わらないです。もちろんこれは許容範囲内です。これは最初に見たジャストミートのフレームです。問題ないです。次のフレーム、このフレームでは両足が交差し終わっていて、着地する足の方が着地するためにすでに猛スピードで地面の方に向かってしまっている状態です。速いシャッタースピードのおかげでブレてはいませんが、体の姿勢がもう自然に浮いている状態から離れ始めています。なのでボツになります。これは使えないですね。はい、これが浮遊人が浮遊写真を撮る時のタイミングの許容範囲です。許容範囲といってもですね、それでもほんの一瞬の時間範囲なので、タイミングよく写真撮るのは難しいっていうのは変わらないです。しかし許容範囲があることで、撮影が成功したか否か適切な評価ができるようになり、時間を節約することにつながります。皆さんも浮遊写真を撮る上で何らかのご自分の許容範囲を設定することをお勧めします。はい、今までは左向きの角度から浮遊時のジャンプを見ていただきましたが、今度は前向き、右向き、後ろ向きのジャンプも見ていただきましょう。はい、以上ですね。
どの方向から撮ってもジャンプの方法は変わらないのですが、顔が映る角度から撮る場合、被写体の表情にも気をつけたいですね。ジャンプすると人ってすごい顔をしてます。何事もないように自然に浮いているような写真を撮りたいのであれば、表情を意識して撮ってください。これって言うだけ簡単で、やろうとするとすごい難しいので、難しいなと思われた方は表情が見えない角度から浮遊写真を撮るのをおすすめします。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。このジャンプをすることで皆さんも浮遊人と同じようなゼロ重力の写真を撮ることができます。ここで一言言っておきたいのは、浮遊人のジャンプのやり方が必ずしもそれだけが答えというわけではありません。人それぞれによって浮遊写真のジャンプのやり方っていうのは変わってきます。ですので浮遊人のジャンプのやり方を真似しつつ、皆さんが一番撮りやすいジャンプのやり方もぜひ研究してやってみてください。そして繰り返しますが、必ず周りの安全と周りに迷惑がかかっていないかという確認をしてからこのジャンプをやってみてください。そして腰や膝を痛めている方、このジャンプはなるべく控えめにお願いします。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいねと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。See you next time.